幸福の学問チャンネルにようこそ。今日は引き寄せの法則と量子跳躍についてお話しします。このシリーズでは、量子跳躍の基本原理から実践方法までを詳しく解説し、引き寄せの法則を強化するための具体的なテクニックを紹介していきます。今回は、量子跳躍の基本概念と引き寄せの法則との関連性についてじっくりとお話ししていきます。まず、量子跳躍とは何かについて詳しく説明していきます。量子跳躍は量子物理学の分野で使われる概念で、物質の最小単位である粒子が突然異なるエネルギーレベルに移動する現象を指します。この移動は私たちが日常的に理解しているような連続的な変化ではなく、瞬時に、つまり一瞬のうちに起こるものであることから、跳躍と表現されています。この量子跳躍という現象は、非常に小さなスケールで起こる現象ですが、実は私たちの現実にも大きな影響を与える可能性があります。というのも、私たちが目にする現実は、このような量子レベルでの変化の積み重ねによって成り立っているからです。例えば、量子跳躍が物質の性質やエネルギー状態を変えることで、それが結果的に私たちの身の回りの現実に反映されることになります。このように、量子跳躍は、私たちが普段意識していないレベルで、現実を形成する重要な要素なのです。次に、量子物理学と引き寄せの法則の関係について掘り下げていきます。量子物理学では、すべての物質やエネルギーは、粒子と波動という2つの側面を持っているとされています。つまり、私たちが目に見える現実も、実はエネルギーが波動として存在しており、その波動が観測されることで、現実として形をとるのです。ここで重要なのが、観測者効果と呼ばれる現象です。観測者、つまり私たちが何かを観測すると、その観測行為が物質やエネルギーの状態に影響を与えるというものです。これが引き寄せの法則と深く関連しているのです。引き寄せの法則では、私たちの思考や感情がエネルギーとして波動を生み出し、その波動が現実を引き寄せるとされています。つまり、ポジティブな思考や感情はポジティブな現実を、ネガティブな思考や感情はネガティブな現実を引き寄せるという考え方です。この理論が量子物理学の観測者効果と一致している点が、引き寄せの法則を理解する上で非常に重要です。量子跳躍を理解するためには、いくつかの基本的な理論を押さえておくことが必要です。まず、すべての物質は波動と粒子の二重性を持ち、状況に応じてどちらの特性を示すかが変わるという理論です。これをもう少し詳しく説明すると、私たちが普段目にしている物質は、波動としての性質を持ちながら、特定の状況下で粒子として振る舞います。つまり、物質は波動であり、同時に粒子でもあるのです。この二重性は、私たちが現実をどのように認識し、引き寄せるかに大きな影響を与えます。さらに、観測者効果という概念についても深掘りします。観測者効果とは、観測者が現象を観測することで、その結果が変わるというものです。つまり、私たちの意識や思考が物質やエネルギーの状態に影響を与えるのです。この観測者効果が引き寄せの法則の背後にある科学的根拠となります。私たちが何かを強く意識し、それに対して感情を持つと、
その意識が現実に影響を与え、その結果が変わるのです。これは量子物理学においても確認されている現象であり、引き寄せの法則をより深く理解するために重要なポイントです。また、量子跳躍とは、粒子が異なるエネルギーレベル間を瞬時に移動する現象です。このエネルギーレベルとは、物質やエネルギーが持つ振動数や波動の状態を指します。高いエネルギーレベルにある物質やエネルギーは、よりポジティブで力強い波動を持ち、低いエネルギーレベルにあるものは、よりネガティブで弱い波動を持っています。量子跳躍が起こると、粒子は瞬時に異なるエネルギーレベルに移動し、その結果、物質やエネルギーの性質が変わるのです。このように、量子跳躍は、私たちが目に見えないレベルで、現実を変える力を持っています。私たちがポジティブなエネルギーレベルに自分をシフトさせることで、量子跳躍を引き寄せ、望む現実を創造することができるのです。では、量子跳躍を実生活にどのように応用できるかについて、具体的にお話ししていきます。まず、ポジティブな思考や感情を持つことが、量子跳躍を引き寄せるための第一歩です。ポジティブな思考や感情は、高いエネルギーレベルを持ち、その波動が周囲の現実に影響を与えます。例えば、毎日自分が望む未来のビジョンを具体的にイメージし、そのビジョンが実現した時の感情を強く感じることで、量子跳躍を引き寄せることができます。具体的な方法として、ビジュアライゼーションを活用することが有効です。ビジュアライゼーションとは、目を閉じて自分が望む未来を心の中で鮮明にイメージし、そのビジョンに感情を込めることで、引き寄せの力を強化するテクニックです。例えば、理想的な仕事や健康、素晴らしい人間関係など、自分が望む具体的な目標をイメージし、そのイメージが現実になった時の喜びや感謝の気持ちを強く感じることが重要です。ビジュアライゼーションは毎日数分間行うだけで潜在意識に強く刻み込まれ、その結果として現実が変わっていきます。また、アファメーションも量子跳躍を引き寄せるための強力なツールです。アファメーションとは、ポジティブな言葉を繰り返し唱えることで、潜在意識にポジティブなメッセージを送り込み、現実を変える方法です。例えば、私は健康で幸せですや、私は理想的な仕事を見つけましたといった言葉を毎日繰り返し唱えることで、その言葉が現実となるように潜在意識が働きます。アファメーションを行う際には、その言葉がすでに現実になっているかのように感じ、強い感情を込めることが大切です。これにより、量子跳躍を引き寄せる力がさらに強化されます。また、睡眠前から睡眠中に聞く睡眠アファメーションもおすすめです。潜在意識が優位な睡眠前、睡眠中にポジティブなアファメーションを潜在意識に届け、寝ている間に潜在意識の書き換えを行うことができます。当チャンネルでは睡眠アファメーション動画をたくさん用意しています。ぜひ試してみてください。さらに、瞑想も量子跳躍を引き寄せるための効果的な方法です。瞑想を通じて心を静め、自分の内面に深く入り込むことで、高いエネルギーレベルにアクセスすることができます。瞑想中に自分が望む未来のビジョンを描き、そのビジョンに感謝の気持ちを持つことで、量子跳躍を引き寄せる力が強まります。瞑想は毎日数分から始め、徐々に時間を増やしていくことで、
効果を実感しやすくなります。最後に、量子跳躍を実践することで、成功した具体的な事例をいくつか紹介します。例えば、ある人は量子跳躍を実践することで、理想の仕事を見つけることができました。この人は毎日、自分が理想的な仕事についている姿をイメージし、その仕事での成功を感じることで、実際にその仕事を引き寄せたのです。また、別の人は、量子跳躍を利用して、慢性的な病気を克服しました。彼女は、毎日自分が健康である姿をイメージし、健康に対する感謝の気持ちを持ち続けることで、体の回復を引き寄せることができました。さらに、別のケースでは、量子跳躍を通じて、人間関係が劇的に改善されたという事例もあります。この人は、毎日自分が理想的な人間関係を築いている姿をイメージし、その関係に対する感謝の気持ちを持ち続けることで、実際にその関係を引き寄せたのです。これらの事例からもわかるように、量子跳躍を活用することで、私たちは様々な分野でポジティブな変化を引き寄せることができます。大切なのは、自分の思考や感情をコントロールし、高いエネルギーレベルに自分を保つことです。これにより、量子跳躍を引き寄せ、望む現実を創造する力が強化されるのです。以上が今回の内容です。次回は、量子跳躍を引き寄せるための具体的な実践方法について、さらに深く掘り下げてお話しします。今回の内容をしっかりと理解し、ぜひ日常生活に取り入れてみてください。量子跳躍と引き寄せの法則を実践することで、あなたの人生がどのように変わっていくのか、楽しみにしていてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と次回の通知をオンにしておくことをお忘れなく。高評価もいただけるととっても嬉しいです。また、量子跳躍や引き寄せの法則に関する質問や体験談があれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの体験を共有することで、より多くの人がこの方法の恩恵を受けることができるでしょう。